ピーター・ラビットのお話。ベアトリクス・ポッター。昔、あるところに4匹の子ウサギがいました。名前はフロプシー、モプシー、カトンテール、そしてピーターです。4匹はお母さんと一緒にとても大きなもみの木の下の穴の中に住んでいました。ある日の朝、お母さんウサギは言いました。さあみんな、野原の中や小道の先で遊んでらっしゃい。でも、マグレガーさんのお庭に入ってはダメよ。お父さんはそこで事故に遭ったの。マグレガーおばさんに捕まってパイにされたのよ。いってらっしゃい。みんな気をつけるのよ。私も出かけますからね。そしてお母さんウサギはカゴと傘を持って森の向こうのパン屋さんへ向かいました。お母さんウサギは一斤の黒パンとぶどうパンを5つ買いました。フロプシーとモプシーとカトンテールはとてもいい子でしたので、小道を下ってブラックベリーを摘みに出かけました。けれどもピーターはとってもやんちゃでしたので、一目散にマグレガーさんのお庭へ行き、入り口の柵の下を無理やりくぐり抜けたのです。すぐさまピーターはレタスとインゲンをかじって、それからラディッシュまで食べました。すると気分が悪くなってきたので、お薬のパセリを探すことにしました。ところがキュウリの苗箱を回ったところで、あろうことかマグレガーさんに出くわしてしまったのです。マグレガーさんは四つん這いでキャベツの苗を植えていたのですが、飛び上がってピーターを追いかけ、熊手を振り回しながら叫びました。待て！泥棒！ピーターはびっくりして震え上がって庭中を駆け回りました。すると帰り道がわからなくなってしまったのです。しかもキャベツ畑で靴を片方、じゃがいも畑でもう片方なくしてしまいました。靴がなくなって四つ足で逃げるとぐんぐん速くなり、うまくいけば逃げられたと思うのですが、運悪くグーズベリーの網に飛び込んでしまい、上着の大きなボタンが引っかかってしまいました。真鍮のボタンがついたおろしたての新しい青い上着でした。僕はもう死ぬんだな。ピーターはもうダメだと諦めて大粒の涙を流しました。するとその泣き声が優しいスズメたちにも聞こえて、慌ててそばに飛んできて、諦めないでとピーターを励ましました。マグレガーさんがザルを持ってやってきて、ピーターにかぶせて捕まえようとしましたが、ピーターはすんでのところで上着を脱ぎ残し、逃げ出しました。そして物置小屋に駆け込むと、じょうろの中に飛び込みました。とってもいい隠れ場所だと思ったのに、水がたくさん入っているなんて。マグレガーさんはピーターが物置小屋のどこかに隠れていると確信しました。もしかすると植木鉢の中かもしれない。マグレガーさんは植木鉢を慎重に持ち上げて、一つずつ中を調べていきました。まさにその時、ピーターがくしゃみを。マグレガーさんがたちまち近づいてきて、足で踏みつけようとしましたが、ピーターは窓の外へと飛び出し、植木を3つ倒しました。窓が小さすぎたのと疲れで、マグレガーさんはピーターを追いかけるのを諦めて、庭仕事へ戻ることにしました。ピーターはほっとして座り込みました。息も切れ切れで、心も恐怖で震えていたのです。どうやって帰ればいいのかちっともわかりません。それに
じょうろの中にいたので、もうずぶ濡れです。しばらくしてピーターはゆっくりととぼ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 歩き始めて、辺りを見渡しました。壁にドアがあるのを見つけましたが、鍵が閉まっていて、下をくぐり抜けようにもぷっくりした子ウサギの入り込める隙間はありません。お母さんネズミが石の戸口を入ったり出たりして、木の中で待っている家族のために豆を運んでいます。ピーターはそのネズミに出口がどこにあるか尋ねてみましたが、ネズミは大きな豆を口にくわえていて返事ができません。ネズミは首を横に振るだけなので、ピーターは涙が出てきました。それからお庭を突っ切って帰り道を探そうとしましたが、余計に迷ってしまいました。やがてマグレガーさんがじょうろに水汲みをしようとため池のところにやってきました。白い猫が池の中にいる金魚をじっと睨んでいて、ピクリとも動きませんが、時たま尻尾の先だけが生き物みたいにくねくねと動いていました。ピーターはそっとしておくのが一番だと思いました。いとこのベンジャミン君から猫のことはそれなりに聞いていたのです。物置小屋まで戻ると、いきなりすぐそばからクワの音が聞こえてきました。ザクッ、ザクザク、さっくり。ピーターはあたふたと茂みの中へ逃げ込みました。けれどしばらくしても何も起こらなかったので、茂みから出て手押し車に登り、様子を伺ってみると、すぐにマグレガーさんが玉ねぎを掘り起こしているのが見えました。ピーターには背を向けていて、なんとその向こうには門が見えるのです。ピーターはとても静かに手押し車から降りると、クロスグリの茂みに沿ったまっすぐな道を全速力で駆け抜けました。角のところでマグレガーさんに見つかりましたが、ピーターは構いません。門の下をくぐり抜け、とうとう庭の外、やっと安全な森まで出ました。マグレガーさんはピーターの小さな上着と靴を棒に引っ掛け、カラスよけのかかしにしてしまいました。ピーターは振り返らず、大きなもみの木の家に帰るまで一度も止まらずに走り続けました。とても疲れていたので、うさぎ穴の床にある素敵な柔らかい砂の上に倒れ込むと、まぶたがすぐに落ちました。お母さんはご飯の支度で忙しくて手が離せませんでしたが、着ていた服は一体どうしたのかしらと不思議に思いました。2週間前にもピーターは上着と靴をなくし、これで2回目だったのです。申し訳ないことに、その日の晩、ピーターはずっと具合が良くありませんでした。お母さんはピーターをベッドに寝かしつけ、カモミールティーを作ってあげました。そしてお母さんはそれをピーターにお薬として、寝る前に大さじ1杯お飲みなさいと一服与えました。片やフロプシーとモプシーとカトンテールはパンと牛乳、そしてブラックベリーを晩ご飯に食べました。ピーター・ラビットのお話、ベアトリクス・ポッター。